はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では FLR ファイナンスの最新情報について、共有の方をしていきたいと思います。で、動画の後半の方では、YFLR をですね、スパークトークン FLR に交換する情報についてもですね、解説をしていきたいと思いますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、では行きます。まず6月29日ですね、新しいアップデートはありますかという質問に対してですね、海外のディスコードと、あと海外のね、公式のテレグラムの情報からね、僕の方で抜粋して重要な情報を集めておりますので、ご覧いただければと思います。で、質問の方ありまして、で、近々いろいろとお話しすることがありますということで、今のところ私たちはドロップスとダブルラップの開発を進めてますということで、ドロップスはフレアドロップスとフレアダブルラップですね、そちらのサービスの展開を今しているということで、でですね、それは近日中に詳細をお知らせすることができますということで、現在ね、そちらの深い開発期間にありますので、プラットフォームのアウトプットはまだしてないので、近日中にね、その開発状況だって展開状況っていうのをね、公開の方になるかと思います。ドロップス公開されましたら、またね、NFT 関係も進んでいくと思いますので、そちらね、楽しみにしていただければと思います。はい、でね、続いて6月29日同日ですね、S フィンがフレアファイナンスに残るかどうか、何か見解ありますかという質問に対して、S フィンね、フレア FLR ファイナンスでね、提供しているトークンになりますが、そちらがフレアネットワークスがね、ローンチ予定されてますが、そのローンチ後で残るかどうか、それとは Y フィンはね、それにとって変わるのかという質問に対して、FLR ファイナンスは2つのネットワークでね、完全に動作しますと、ソングバードとフレアネットワークですね。で、ソングバードネットワーク上では、FLR ファイナンスはね、EXFI、あとは S フィン、あと CAND というトークンが使われると。で、同じく FLR ファイナンスFLR ファイナンスとフレアネットワークスですね。の中では、YFLR、あとは YFIN、あとは YUSD というものが使われますので、こういったね、トークンのネットワーク別にね、こういった使われ方をするということで、配信の方されてました。で、ソングバードの FLR ファイナンスのね、インスタンスは、新しい商品や機能が FLR ファイナンスのメインネットインスタンスに導入される前に、それらをね、試すための実験的プラットフォームとしても残るということですね。では結果、残って、展開の方されていくという形になります。はい、で、FLR ファイナンスのコンテンツがもっと増えることを期待していますということで、ね、質問の方ありまして、で、FLR ドロップスはフレアファイナンスの NFT システムで、今後ね、近々コストンテストネットでコミュニティのテスト用にリリースされると。で、テストがね、2、3週間、十分に、満足されれば、その後ソングバードでね、リリースされるということで、まずはコストンでね、テストしてから、その2、3週間後にソングバードでリリースされるといった、形になります。で、続いて6月30日、XRP やフレアとどのように機能するのでしょうかという質問に対して、流動性プールみたいにね、使うんですかっていう質問に対してね、XRP は F アセットですので、XRP を鋳造してですね、FXRP を得ることができますと。で、これはメインネットを介して行われて、FXRP が利用可能になると、FLR ファイナンスの商品、つまり流動性プールね、とか、ファーミング、農業とかで利用することができますので、XRP を鋳造して FXRP を作るのは、フレアネットワークスでやって、それを、持ち出してね、FLR ファイナンスの商品で使うことができると。で、続いて6月30日、またね、同じような質問になりますが、鋳造は 1XRP に対して 1FLR、スパークトークンの割合で鋳造する必要があるのですかという質問に対して、鋳造の詳細、ミンティングですね、ミントの詳細についてはフレアネットワークスが近いうちにね、その情報について提供する予定ですと。で、それに関しては自分でね、鋳造することもできますし、担保となってね、必要なエージェントを使うことができる、こともできますということで、解説もされています。ですので、鋳造、ミンティングに関してはね、FXRP を、作ってそれをね、報酬として FLR をもらうね、手段として使ったりすることが今後できるようになりますので、そちらね、フレアネットワークスからまたね、配信の方はあるかと思います。はい、続いてね、F アセットは FLR ファイナンスのものではないんですかっていう質問ね、の方されてまして、F アセット
F アセットプロトコルと F アセットの鋳造はね、フレアネットワークスから行われると。FLR ファイナンスではありません。フレアネットワークスから行うことができますと。で、それで造幣された F アセット、S アセットはね、FLR ファイナンスの製品でサポート使える、流動性プールとかファーミングとかね、先ほども話しましたが使われますので、だから作るのはフレアネットワークスを利用する必要があると。で、それを作り終わったら、その FLR ファイナンスで使えると。で、続いて、EXFI の年間流通量のインフレ率はどれくらいですかという質問に対して、それね、気になっている方いまして、で、実際の流通量なども確認できますかという質問ありまして、で、EXFI はインフレが起きないんですということですね。インフレっていうのはトークンのね、供給率を意図的にね、増やしたり減らしたりして、トークンの上昇をね、操作するといった形になりますが、そのインフレは起きませんと。で、最大供給量は1億1000万円からバーンした分の1350万を差し引いたもので、その中の4700万くらいが今流通してますので、もうすでに流通してるから、その増やしたり減らしたりできないですよね。ですので4700万が今流通してますと。で、その続きの質問になりますが、じゃあね、循環供給されている4700万以外の残りの 50% 近いトークンというのはどうなるのでしょうかという質問されてましてね。その中の4000万、っていうのはガバナンスステーキングのための API クラウドに使われると。要はステーキングサービスの報酬として使われる分が4000万。あとの1000万は財団ね、に還元されると。で、残り今ね、流通している4700万はそのままね、流通させますというね、回答のをされてます。はい。で、こちらね、動画の前半の方でも話しましたが、FLR に変えられるということで、ボイジャーが口座を凍結したため、私の FLR は使えなくなりましたというね、質問の方ディスコードされてまして、ボイジャーというのはウォレットアプリかなんかですかね、そっちがなんかね、口座のなんか締結、今の市場に沿った形なのか、停止しちゃったみたいなんですよね。ですので FLR が使えなくなったっていうね、質問されてまして、で、EXFI をね、保有して YFLR、DFLR をまず取得して、それを YFLR に交換するんですけど、それを取得して FLR と交換するオプションがありますということでね、回答の方されてまして、で、EXFI をたくさん持っていれば、最終的に解決につながるといいんですが、っていうね、答えの方されてましたが、こちらね、僕の方もね、ちょっと見落としがあったんですが、一応ホワイトペーパーの方を確認しますと、こちらになりますが、交換できるようになってますね。フレア X 内の取引ペアでね、最初すべての取引ペアを許可しますということで、イールドフレア YFLR ですね。これ DFLR を交換することができるものになります。あとはイールドフィン、あとはイールド USD とかね。で、あとスパーク、あとはトラストレート FXRPF とか F 資産とか、YFLR は全部ね、こちらとか全部相互にね、交換することができるようになるということで、ホワイトペーパーにも記載がありますので、交換できると。一応念のため僕の方でもコミュニティの方で質問させていただきまして、YFLR をね、スパークトークンに交換することができますかという質問をさせていただいたんですが、一応回答の方をいただきまして、直接ね、YFLR を FLR、スパークトークンに、トレードペアがある場合はそれを交換できると。で、または、そのペアがなくても複数のトレードで実行する必要がある、どちらかでできるかと。で、例としてね、現在 FLRX ね、スワップ交換サイトの方で EXPI を SGV に現在は直接交換できるんですが、このね、ペアが利用可能になる場合は EXPI を CAND に交換してからその CAND を SGB に交換するっていうね、一つね、段階を踏んだ形で SGB に交換することができましたんで、そちらね、YFLR も直接交換できるか、またはね、またいでから交換できるっていうことになるかと思いますので、結論としてね、交換できるようになるということですので、今ね、EXFI と、あとは、FLR ね、スパークト持ってる人、これから持つ人に対してですね、DFLR のスナップショットが、FLR、スパークトークン配布された後にね、取られますので、ランダムにね、日付は指定されてません。で、そのスナップショットで残高のスナップショットを取られて、その後に DFLR が、EXPI と FLR 持ってる人に、配当としてエアドロップされます。で、その DFLR を指定された期日以内に、FLR ファイナンスのサイトの方、ウェブサイトを介して、YFLR に交換するんですよね。ですので、YFLR に交換することができれば、またね、スパークトークンに交換することができますので、FLR を今回もらえなくても、今からね、DFLR を持っていけば、それをね、無事 YFLR 交換できればね、そのまた交換するオプションがあるということですので、
現段階ではスパークトークンで持っているより EX ファイで持っている方がね、多く、DFL をもらえるようです。ですので、今後またね、情報の方まとまってきましたら、一応ね、メインネット、スパークトークンのメインネットローンチが、7月11日ですかね、そして予定されてまして、そのね、8週間後、9月中旬頃以降に、スパークトークン 15% がエアドロップされます。で、その後に、DFLR のスナップショットになっていくかと思いますので、また情報の方ね、細かに出てくるかと思いますので、まず、はね、7月4日のイベントですかね、トークン監査のイベントがあって、その後11日、メインネットローチになりますので、僕の方でまたね、動画の方細かく撮ってね、毎日アップしていきますので、またね、ご視聴いただければと思います。はい、じゃあ今回はね、FLR ファイナンスの最新情報になりました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。